上手い人、これ無意識にやってます。ってことでですね、絵が上手い人って人に理屈では説明しないっていうかできないに近いぐらい、そのぐらい無意識にやっていることがあります。はい、こんにちは、斉藤直樹です。今回はですね、絵が上手い人が無意識にやっている、絵がうまく見えるポイント、絵がうまく描けるポイントを5つまとめて紹介しちゃいます。私絵が下手なんですよね。なんでうまく描けないんでしょうってお悩みの方結構多いと思うんですが、それはこれから紹介するポイントをやっていないから、意識できていないからという場合があります。でも大丈夫。今まで意識できていなかったっていう人はですね、この動画をきっかけにそのポイントさえ押さえていただければ、誰が見ても上手くなると思います。そのぐらい効果的なポイントです。今回も気まぐれ添削の中から実際の実例を示しながらですね、解説を加えていきます。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。画面外まで描く。はい。これはですね、もう何度も口を酸っぱくして言っていることなので、もう人によっては聞いたことある人多いと思うんですが、僕は大事なことは何回も言いますからね。僕が何回か言ったことっていうのは、そのぐらい大事なことなんだと思って聞いてください。それだけ効果的なポイントだっていうことです。はい。それがですね、画面外まで描くっていうこと。こちらのイラストを見てください。はい。推しの子の星野愛ちゃんのイラストですね。画面いっぱいにね、愛ちゃんのお顔が入っていて、可愛さがギュッと詰まったイラストですよね。はい。素晴らしいです。ただですね、お顔は確かに上手に描けているんですが、なんとなくですね、違和感を感じる部分がありますよね。例えば、画面端から覗かせているこの指の長さとか、あとはね、肩幅がちょっと狭くて、体そのものをですね、ちょっと小さすぎるように感じるところとか、顔以外の部分に違和感を感じた人がちらほらいると思います。ただですね、これ安心してください。誰でもこうなります。顔をアップにして体をトリミングしながら描くと、もう誰でもですね、顔に対しての体の比率、結構ね、わかんなくなっちゃいます。なので、絵が上手い人は、どうやってこの比率が変になってしまう問題を解決してるのかっていうと、これね、もう単純です。はい。このように、もうね、画面の外まで描いちゃう。はい。ものすごく単純なことですよね。一部だけを描いてわかんなくなっちゃうんだから、もう全部描いちゃえば不自然にならないじゃんっていうわけです。で、全部描いて、その後でこのようにトリミングするわけです。めんどくさいって思った人もいるかもしれませんが、これね、考え方によっては、むしろね、こっちの方がめんどくさくないんですよね。だって全部描けば、もうどこがどう変なのか、目で見てパッと判断できます。腕を描いてなかったから気づかなかったけど、この上に見えている手の角度的に肩と腕とか繋がっていないように見えてた。だからそこが違和感だったのか。とかって気づくことができるんですが、もうね、トリミングしながら、描いていない部分が見えていない状態でこうじーっと見ていても、違和感の正体ってね、なかなか気づくことができないんですよね。だってもう見えていない部分が原因なんですから。なのでこう、一部分をトリミングしながら描く場合には、騙されたと思って画面外の体の部分も描いてみてください。それだけでね、もう絶対に絵が上手くなります。今日紹介する中でおそらく一番効果があるやり方なので、これはぜひ取り入れてみてください。効果は抜群です。色のイメージを意識する。さて、次は色についてのポイントを押さえておきましょう。色はですね、それぞれの色にイメージがあります。わかりやすい例で言うと、青は寒く感じる色、赤は暖かく感じる色っていうのは誰もが感じるイメージなのではないでしょうか。こういう色にまつわるイメージは、感情を伴うような絵を描く場合には非常に大事なポイントです。逆のイメージの色を使ってしまうと、意図したメッセージとは反対のメッセージが伝わってしまったり、絵の内容がね、そもそもわかりにくくなってしまうんですね。例えば、こちらのイラストを見てください。はい。前髪をハサミでパツンと切ろうとしている、失恋してちょっとね、精神的に病んでしまった女の子のイラストです。はい。女の子も可愛く描けてますし、もうハサミとかってね、構造的に描くのが難しいモチーフなんですが、そういった部分も的確に手を抜かずにきちっと描かれていて、丁寧な仕上がりのイラストです。ただですね、僕としては、ちょっと色のせいで伝わりづらくなってしまっているなと思いました。というのも、この絵を色だけで見たときに、非常に爽やかで、和やかなポジティブな絵に見えるんですよね。そうなんです。色にはですね、前向きな気持ちを表しやすいポジティブカラーと、後ろ向きな気持ちを表しやすいネガティブカラーがあります。この絵の問題点は、ほとんどポジティブカラーしか使っていないことなんです。もう薄ピンクもね、あったかポジティブカラーだし、画面の多くを占めている緑色も植物を連想させる安心安全ポジティブカラー。あとは背景の白もですね、これも清廉潔白ポジティブカラーですよね。これだけね、ポジティブな色だけで構成されていると、描いている内容がい
くらね、闇闇な内容だとしても、パッと見の印象は、なんとなくポジティブな感じに見えてしまいます。なので僕は、このように添削させていただきました。はい、どうでしょう。キャラクターに影を落として、薄ピンクだった部分をネガティブなイメージがある紫に変更しました。それと背景に切り刻まれたハートマークを追加して、赤を多く散りばめています。はい、緑色はそのままなのですが、緑色と赤を合わせることによって、色と色同士のぶつかり合い、喧嘩が起きるんですね。そうすると、今まで安心安全だった緑色のイメージが、赤と相まってね、攻撃的なイメージに変化します。それと白一色だった背景に、これまた多くの黒を紛れ込ませました。これによってね、今まで白い安全な世界だったのに、黒の不安な世界に落ちていく。そういうネガティブな印象を持たせています。いかがでしょうか？モチーフ自体はね、うまく描けていても、色選びで印象がガラッと変わってしまうのがお分かりいただけたのではないでしょうか。寒い色、暖かい色、早そうな色、遅そうな色、優しい色、攻撃的な色。色にはね、様々なイメージがありますから、ちょっと違和感があるなって思ったら、今紹介したように色のイメージを思い出してみてください。それだけですごく人に伝わりやすい絵に変化させることができると思います。黒くせずに暗くする。はい。次もですね、色に関するポイントです。いや、色はですね、どうしても仕上がりに大きな差を生んでしまうので、結構気をつけるべきポイント多いです。はい。こちらのイラストを見てください。原神のイエランちゃんのイラストです。もうね、スピード感に溢れるイラストで、表情もキリッと描かれていて、はい。良いイラストですよね。ただね、僕は色のことに関しては、絵を見た瞬間にこう思いました。ほとんど絵の全体が黒く潰れてしまっていて、ちょっともったいないな。そうなんです。黒を多用してしまうとですね、どうしても絵が見づらくなってしまうんです。もうね、目を凝らさなければよく見えない絵になっちゃうんですね。なので僕はこのように添削しました。さあ、どうでしょう。確かに全体的に暗いイメージなのは変わらないと思うんですが、絵の見やすさ、視認性は格段に上がったのがお分かりいただけるのではないでしょうか。はい。ポイントなのは黒の使い方です。添削前は暗い部分を表現するために、とにかく黒を混ぜて色を暗くしているような状態です。髪の毛を暗くしたい。黒くしよう。肌を暗くしたい。よし、黒を混ぜよう。服を暗くしたい。これも黒を混ぜよう。全体的に黒を混ぜて暗くしている印象なんですね。じゃあ僕はどのように変更したのかっていうと、はい、ポイントで解説します。例えば髪の毛は黒を混ぜるのではなくて、暗いイメージのある紫に変更しました。はい、さっきお伝えしたポイントにもつながりますよね。黒くすると潰れて見えづらくなってしまうので、黒くするのではなくて、暗いイメージのある色を使うっていうわけです。紫とか青は暗いイメージがある色なので、そこまで明度を落とさなくても、見ている人が、ここは暗い部分なんだなってわかります。はい。今言った髪の毛の部分もそうですし、背景の下半分の紫の部分を見てください。ここはね、添削前、ほとんど黒で描かれた部分でしたが、僕はね、それよりもだいぶ明るい紫色に置き換えました。はい。見比べると、色の明るさとしてはだいぶ明るくなっているはずなのに、イメージとしてはどうでしょう。感覚的にね、ここは暗いんだなって伝わりますよね。なのに、キャラクターとは明確に明暗差がついているので、見やすくもあると思います。はい。ここは大事な部分なので、もう一例見てみましょう。こちらのイラストです。ゴーグルをかけた男の子のイラスト。はい。大きめの黄色いジャケットがね、素敵なデザインですよね。ただね、これも同じように、黒く潰れてしまっている部分がちょっともったいないなと思いました。なので僕は、このように添削させていただきました。どうでしょう？かなり見やすくなったのではないでしょうか。もちろんね、背景の色を黒から灰色に持ち上げたっていう部分が大きいですが、細かい部分を見てみても、例えばキャラクターが着ているジャケットのこの袖口の部分とか、あとは裾の部分とか、首元の黒いゴムの部分、ここを見てください。添削前はね、ここが黒く潰れていて、どうなっているのか見えづらい印象でしたよね。なので僕は、ここに黒を使うのはやめて、ちょっと緑がかったグレーで明るい調子を入れてあげました。はい。このようにですね、部分的に明るく持ち上げても、影色の部分が暗ければ、ここは黒いデザインなんだな、と見ている人に伝わります。どうしてもね、黒を多用すると、色が潰れてしまって見づらくなってしまうこと結構多いと思います。そんな時には今日お伝えしたポイント、暗くすることと黒くすることは違う。この部分をね、ぜひ意識してみてくださいね。一度描いた後、形を修正する。
さて、ちょっとね、ややこしい話をしてしまったので、次は分かりやすい話をしましょう。こちらのイラストを見てください。はい、全体が赤でまとまっていて、とても印象的なイラストですね。この思い切りの良さ、素晴らしいと思います。ただですね、よーく見てみると、ちょっとね、形が雑です。目も左右で大きさが違いますし、この輪郭、顎の部分もね、ちょっとくにゃくにゃっと曲がっていて、不安な感じの造形です。バラの花もね、もうちょっと綺麗に描けるんじゃないかなと思ってしまいました。全体的にパッと見の印象はいいんだけど、なんかこう、清書っていうよりかは、ラフっぽい感じがしました。なので僕は、このように添削させていただきました。はい。ドン。はい。これ別に添削したっていうわけじゃなくて、これどちらかというと、清書した感じに近いです。元からほとんど何も変えていないんだけど、ただそれぞれのモチーフを、こう上からね、丁寧に形を直していっただけです。目の左右の大きさとかね、あとまつげの太さとか、左右で同じに見えるように、上からガシガシと修正して、こう輪郭とかもね、ヨレヨレっとさせないように、ここも上から加筆しました。はい。バラの花も同じです。ラフを元にしつつ、上から加筆して、丁寧に形を修正した感じです。もうね、単純にそれだけ。でもね、これがすごく効果的なんですよ。上手い人ってですね、皆さんですね、こう思ってないですか？上手い人は一発で上手い絵が描ける。これはね、もう断言しますが、そんな人はそこまで存在しません。上手い人のほとんどはですね、かなり愚直に、もっと良くなれ、もっと良くなれってね、一度描いた絵を上から何度も修正して、無理やりね、うまく仕上げているだけなんです。これはね、もうテクニックっていうか、もう気合に近いんですが、そうです。もう諦めてください。絵は気合です。はい。気合で頑張ってください。はい。でもね、これが一番取り入れやすくないですか？一箇所めっちゃ光らせる。はい。最後なんだか投げやりなポイントに聞こえるかもしれませんが、別に投げやりではありません。一箇所めっちゃ光らせる。はい。こちらのイラストを見てください。いやもうモチーフ多いですよね。すごく頑張って描いた熱量の高さが一発で伝わってくるイラストです。頑張りましたね。素敵です。ただね、こういったたくさんのモチーフを散りばめたイラストって結構ね、まとまりを作るのが難しいです。そんな時に使えるのがこのテクニック。一箇所めっちゃ光らせる。もうね、しのごの言わずに一箇所めっちゃ光らせてみてください。するってと、ほら、ね、なんだかまとまりが生まれたでしょ？僕が光らせたのは、手前の少年が手に掲げている、この星の部分です。ここをめっちゃ光らせただけ。もうそれだけで、なんか画面が引き締まって、あ、最初にここを見ればいいんだな。あ、星か。星を掲げているんか。あ、そういえば、みんなこの星を見ているな。そうか、この話は、この星を巡るストーリーなんだな。ってね、スムーズに絵の内容にフォーカスさせることができるんです。たくさんのキャラクターをね、頑張って描いてみたんだけど、なんかまとまりに描けるなって思ったらですね、はい、断言しましょう。光らせるんです。とにかく光らせるんです。一箇所めっちゃ光らせましょう。それだけでね、大方のまとまりのなさは解決しちゃいます。といったところでいかがだったでしょうか？ご自分の絵に取り入れられそうなポイント見つかったのではないでしょうか？はい。今回のポイントはですね、絵作り全体の話だったので、もしかしたら人によっては、もっと髪の毛の描き方そのものを知りたい、目の描き方そのものを知りたいっていう部分にフォーカスしてほしい人もいたかもしれません。そんな人にはこちらの動画、完全版可愛い目の描き方講座、プロ絵師が髪の描き方完全解説などがおすすめです。興味がある人はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。